角田選手といえば関節の鬼という異名も持ってますよねでも両方持っとくと肩が動けないんで。大変そっちかいなっちゃんはここで止めてくれてたはい、こんにちは、白川瑠です。そしてパリオリンピック金メダリスト、角田夏実選手です。よろしくお願いします。いや、もう1本目はもう必殺巴投げ、大変感動でした。来ると分かっても防げないというのが分かりました。ありがとうございます。2本目ちょっともうちょっと習いたいのがありまして、角田選手といえば関節の鬼という異名も持ってますよね大学の時日本一取った時にもう関節技で必殺巴じゃなくてね、もう腕十字で。そうですね、十字だけで。そうですよね。あとこの間のグランドスラムも腕十字ですよね。そうですね、ほとんど十字でしたね。すごいですね。合気道とか関節技あるじゃないですか。はいはい、関節も興味ありますので、ぜひ次は腕十字をお願いします。よろしくお願いします。美しい合気道。で早速なんですけど、巴投げの後のつなぎでどういう風になりますか。投げちゃってからでいいですか。はい。投げてからこの上で投げて、ここついてる時にこっち引き手側の私引き手こっちなんです。はいはい。離さない。この手を離さないで、それでこのままで伸ばしていく。はい。相手背中つけないってことですもんね。背中ついたらもう一本で終わりですもんね。そうですね。逃げたり。ちょっと背中つけないようにしてます。すごい。でもこういう状態ですよね。そこからそしたらこっちの裏十字とかも。裏か。いろんな入り方あるんですよ。身のこなしがすごすぎてちょっとどういう反応。戻っちゃってんだよこんな人なんだみたいな。こういうパターンで。そうです。でこうする。ちょっと武井先生、違う。片寄せっかくだから。なんで俺を好きすぎてるの。お弟子でしょ。練習よ練習。片寄せ。まずは。お願いします。合気道で投げられたら終わりじゃなくて、常に投げられるの前提なの。投げられた後相手を見るっていう動作があるんですよ。流れる様子ね。でも一回持った手を離さないってことですか。離さないですね。で基本的に引き手がどっちでもいいんですけど、この両袖持ってたら投げた後にここで引っ張ってあげると、引っ張らないとほんで離しちゃうともう守られちゃうんです、肘を。だけどこう持ち上げてあげてると脇が開くんで、こうどっちもなんですけど、この脇を開けてあげてそこに入ってあげると、肘の下に入れるんで取りやすくなります。ずっと持って上に引き上げたわけですよね。引っ張ってますね。引っ張った。ちょっと武井先生、ちょっと受けて解説をお願いします。はい。待ってました。はい。はい。すごすぎる。おお。やべえ。なっちゃう。すごい。解説いる？武井先生、柔道の世界で、柔道の試合のルールで関節技決めるってめちゃめちゃ難しいことじゃないですか。そうですね。秒数ありますよね。はい。やっぱそこでやっぱりどういったところが角田選手の実際に試合で決めるっていう、どういったポイントがありますか。ポイント、受けてみて感じたことなんですけど、こうなった瞬間に危ないと思うんですよね。多分手をこうつきたいというか、手が勝手に伸びちゃうんですよ。もう真下に入られて仰向けにされるので、危ないと思って反射的に手が伸びるので、もうそこをもう狙っちゃってるのかなと。回ってる瞬間に。そうです。だからずっと引っ張ってたまま。そうだから大車輪ってさっき言いましたけど、大車輪ってことは相手の下に入るので怖いので、相手やばいと思うから反射的に伸ばしたくないんですけど、本当は普通こう守りたいので、分かってるし関節が来るって。ですけど多分入られて危ないと思うから反射的に手が出ちゃう。伸びた手はまた戻そうとすると結構難しいんですよ。脇が開いちゃってるので。そう最初からこう脇を締めてるのが柔道なんで、この脇を開けた瞬間に力抜けちゃうんですよね。そうだからもうここからねグッと引っ張られると戻しづらいけど戻せないです。でさっき言ったようにここ引っ張られるので、そこのところに足がスパンとこう入りやすくて、もう入った瞬間にはもうごっつぁんみたいになったのででここで踏ん張ろうとして
もう倒れる。倒れるだけなの。確かに興奮してなっちゃんとか言ってましたそうなっちゃうなっちゃう。いやすごい、あまりの低空飛行でちょっと髪の毛さっていったんよ。すごい低空で来るやんと思ったんよ。関節にそう関節にそう今それぐらい低空なんですもんね。行きやすいです。関節にそう行きやすい、そこは伝えてちゃんと。テイクというか、やっぱ大きい円で2人大車輪になると投げれるんですけど、ちょっと投げ捨てちゃう感じになるので、関節取るときはちょっと小さい円で2人でコンパクトにバンって回った方がその後が近いんで脇に入りやすいというか、肘を持っときやすいっていうのはありますね。なんでそこを狙うと小さくなる。そういうとこ細かいポイントがでもお二方多分ちょっと似てる性格がS ですよね。ド S と S ですね多分ね。いやいや言わないじゃん。言わない。こういうふうにやりますからね、こういうふうにいきますからねって言ってくれたじゃん、お二方とも。急にこういうふうにやるからダーってやる人とね、じゃあ行きますねって言って、いや急に低空で来る人これないん。でも確かに危ないなと思いました。ちょっと受け身ね。あなたが言えないんだよ。危ないと思いましたよって。あなためっちゃ最初危ないことしたの。でもやっぱだからこそちょっと真面目な話ですね。そう低さがあるから関節までが速い。だから普通に大きい万歳シャツでやってたら多分関節の時にはもう脇締められ脇締められちゃうんですよね。本当そうですね。ちょっと練習していいですか。はい。でもそれは練習でもそれは師匠はい合気道の人よりやっぱり柔道の専門家の人と練習した方が身になると思うんです。やってます。胸を借ります。師匠。さあ行くぞ。で左でこう投げた後こっちをずっと右手ですよね。両方どっちでもいいんですよ。で自分が行きやすい方。はい。でこれを結構グッて上の方に引いといてあげると、ギュッギュッ。あいいですね。こっちの感じですね。じゃあもう一回いきましょう。はい。そっちかい。今こっち来ると思ったら。でもいいんです、どっちでも。相手の多分落ちる位置によってどっちが行きやすいかって変わってくるんで、はい、そこの臨機応変対応が早すぎる。でも逆にやってなかったらどっち入っていいかよくわかんない。行きやすい方でいいです。多分それはあります。引っ張るんですよ。投げた。私もどっちも入る。投げた。もう覚えたんじゃない。くるっととにかく上になればいいですよね。くるっと。そうですね。はい。先生今これちょっとスカッたでしょ。難しいですね、やっぱそのちゃんと柔道着持ったんです。しっかり持ってから持って真ん中で抜けるようにこういうこのそういい。この今のこの感じが。この深さいいじゃない。違う。先生、なっちゃんはここで止めてくれてた。あなた最初からこう言ってたじゃん。あーって言ってた。ここで俺ちょっと心配してたんよ。ここでか。ここでかじゃない。でも今の長かったら止めない方がいいことですよね。そうです、そのままダウンっていっちゃう。じゃあちょっと我慢してもらっていいですか。それで私がこう引っ張ればいいですよね。流れなんでもう我慢するタイミングがないんですよ。そうなのよ。我慢してたのよ、若干怖かったのよ。この人多分やるなって思ったからそんなニュアンスで来る。いやいやこっちも分かってるからじゃない。そうかじゃないよ、あなたの話でギャーンって来んだよ。こっちかとか言ってゆっくり練習します。ゆっくり練習しないと本当に分かんないんで。僕が言ったやつの言葉。いやもう絶対もう考えなくてもできちゃうタイプ。でここからここ我慢される時に今の持ってたのを離してでそのまんま上に。でこうもうとにかくこっちですよね。そこにで先生体がね回った時に伸びすぎ。むしろ回った時にはもうちょっと縮めといて、もうこの状態で自分がちょっとこう手をこう引いてもうこう回って一回転こうするじゃん。した瞬間にこうしとかない。そうか伸びすぎ。こうなってたじゃん今。私いらない。縮めるんですね。なっちゃんもやらなかったじゃないか。私いらない。私もいらないって言ってちょっともう一度だけちょっともう一回見てます。ちょっとでもう一回またダンスってなっちゃう。ああ低い
はいこうわかる。ここ低かったじゃん。でこの引っ張っとくのが大事で、これそこはこっちもね。でこうなるじゃん。はいはこれがこっちだけ逃げてると、はい肩を揺らされて、はいなんていうんですかね、横にひねられると肩抜けちゃうんです、こっち引っ張られて持ってかれちゃうんですよ、はいこのズレで、はいでも両方持っとくと肩が動けないんで、でゆっくり取って、両方引っ張れた方が、本当にコンパクトですね。大変。やった、うまい。ここですよね。うまい。ここが引っ張りですよね。いやよかった。ありがとうございます。早すぎます、本当に。そうなのよ。すごい羨ましいです。本当だよね。はい。感覚で。感覚でできちゃうのがずっと思ったら引っ張るっていうのを教えていただいて。ちょっとね、なんか私めちゃくちゃここまで時間かかったそう何年もかかってここまで積み上げてきたものをものの10分 5分10分できちゃった。いやでもこれをでも試合は難しいですもん。形だけなんで。もう今までやってきた合気道の基礎があるからこそっていうところですよね。持ったらもう絶対離さないで引っ張っていくっていう。そうですね、もう話しちゃダメです。肘が。美しい合気道。はい、ということで今回は角田夏実選手に必殺腕十字教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。武井先生もありがとうございます。もう本当に詳しい解説で師匠ありがとうございました。師匠ということで角田選手の角田夏実の部屋 YouTube チャンネルぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あと捨て身技とかいちょっとだけ見せます。ありがとうございました。ちょっといろんな捨て身技、じゃあ最初捨て身技からとか。捨て身技、これが捨て身技。逆側ですね。逆側です。あと飛びつきとかですかね。ちょっと見せ場的な、ちょっと見せ場的な。はい。ここからこう投げた後に。もうやってるじゃないですか。そうだね。やってる。やっちゃってる。合気道の応用で。はい。やっちゃってるわ。なるほど、それはうまいですね。こういうはい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。おお、いいですね、気持ちいいですね。めっちゃ浮きます。ありがとうございます。ド M の一年もあるんですね。いや、もう受けたいですよ。めっちゃ受けたいです。あ受けたいですめっちゃ受けたいです。やっぱ、金メダリストの受けれないですよ。ああ、そういうことか。めっちゃやっぱ軽いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。